カラフルタウン初開地。この番組は日本一の移民の街から日本一の共生の街へ、お互い様の心で在住外国人や社会的マイノリティと寄り添う一般社団法人エージャンと廿日市市国際交流協会外国人相談センターの運営でお送りいたします。この番組はアジアの未来、次世代の交流を支える亀のり財団の女性により放送しております。お相手はエージャンの、栗林と多言語相談員ハグマです。はい、皆さんこんにちは。カラフルタウン廿日市、今回で57回目の放送となりました。この後前半16時30分までは廿日市市国際交流協会のコーナー、その後後半はエージャンのコーナーでお送りいたします。共通テーマは多文化共生です。今回のスタジオゲストは、横山晴美さんに来ていただいております。こんにちは。はい、ビッグゲストということでですねはい、はい、以前このねカラフルタウン廿日市のパーソナリティがあってもらってました、横山さんですね。いろいろ聞いていきたいと思います。とりあえずですね、今ですね、軽く自己紹介お願いします。はい、私は個人で活動しているんですが、今園がありまして、学校法人親愛学園認定こども園のぞみ幼稚園という広島市西区の小上にあるすごい自然豊かな山のてっぺんにあるですね幼稚園の国際バカロレア IB の PYP 初等教育コーディネーターと英語の先生、成果のサポートと課外講師という役割でなんだかたくさんやってますがそういう関わりで今生かしてもらっています。はい、ちなみにインターナショナルバカロレアというのを少し軽くご説明していただければ。はい、IB とはね国際バカロレアインターナショナルバカロレアといって1968年にスイスジュネーブで設立しています。で非営利団体なんで今は、2026年の今令和8年の3月時点で世界の162カ国と地域において約6000校が加盟している団体になります。自分たちの教育の指針をフレームワークとして IB で回すという、語ったら3日くらいかかるので、とりあえずこんな形でIB という教育ですね。今日本でも文科省が推奨しているプランです。はい、またですね後半にゆっくり、お聞かせいただきたいと思います。はい、それではですね、まずですねこのコーナーに行きたいと思います。廿日市国策の共栄廿日市でにあらそうしえしょ。はい、それではですね前半はですね廿日市国際交流協会インターナショナルアソシエーションから、お知らせいたします。2つのコーナーがあります。1つ目は外国人支援コーディネーターだよりと言いまして、多文化共生や在住外国人に関わる情報を外国人支援コーディネーターからお伝えいたします。2つ目はニュースレター廿日市ブロッサムコーナーです。廿日市市国際交流協会の月刊会報誌ブロッサムから特集記事やイベント情報などをお伝えします。エンディングには世界の音楽をお届けしますということでですね、まずはですね、多文化共生ということで多文化共生の曲を聴いてください。多文化共生の、ね、曲ね、これね実は私がですね AI で作ってですね曲なんですけれど、はい、AI メーカーですね。そうですねもう AI でさまざまなね文章も作りますしね、曲なんかも作ります。で多文化共生、マルチカルチャラリズムっていうんですけれど、なかなかね私たちはね多文化共生っていう曲は話は知ってるんですけれど、なかなかこの言葉ですね一般の人は知らないっていう人もね多いと思いますので、それをですね毎回ですね言葉でですね多文化共生の定義って話してたんですけれど、なかなかね大変ですので曲にしてですね伝えようと。なかなかね同じこと繰り返すのも言葉で喋るよりですね曲で伝えた方がよく伝わるかなっていうのがね、例えばNHK さんでもですねSDGs とかあるじゃないですか。ああいうのもねこう言葉で伝える曲にしたり振り付けでやった方がね
今テレビとかでね伝わってるのでね、なのでそのうちインターナショナルバカロレアIB みたいな曲もね作ってですねやったらいいんじゃないかなとは思うんですけれど、曲をじゃあお願いします。多文化共生、人と人との違いを壁でなく豊かさとして捉える社会。多文化共生、それは国籍や民族、言語、宗教、生活習慣、異なる文化的背景を持つ人々が互いの違いを尊重し合い、平等な立場で地域社会の一員として共に暮らし、協力しながら豊かな社会を築いていくこと。多文化共生、人と人との違いを壁でなく豊かさとして捉える社会。多文化共生、ムーティカルチュラリズム、多文化共生、ムーティカルチュラリズム、ララ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 はい、曲多文化共生マルチカルチャラリズム聞いてもらいました。どうでしょうか横山さん。すごいですね、はいなんか踊り出しそうなリズムじゃないですか。ですねは最近なんかね SNS とかでもねこういう投稿してる人いますよね。そうですね。自分の日記みたいなやつを、はい、曲でですね。そうはい、何でも曲にできますので、あとはこのねあった多文化共生っていう言葉なんですけれど、ちょっと先日聞いた話では海外の研究でですね発展する国っていうのはやはり多文化共生でさまざまな民族とかさまざまな意見を取り入れた方が、国もですね会社とかも発展するみたいな形でですね、まさにインターナショナルバカレア教育でもさまざまなね多様性っていうのが入ってると思うんですけど、はい、それではですねまずはですね、外国人支援コーディネーターだよりコーナーというのをですね、解説したいと思います。私もですねこの栗林さんも外国人支援コーディネーターなんですけれど、その外国人支援コーディネーターにお知らせということで、まずはですねこちらですね、はい、外国人相談窓口というですね、はい、こちらですね、日本の生活で困ったことを相談できます、専門家に相談ができますということで広島国際センターでやっております。これは広島市内ですね。で専門家というのは在留資格に行政書士、社会保険や労働問題に対して社会保険労務士、法律や人権に関して弁護士または司法書士などですね、司業という専門家に直接相談できる、しかも無料、毎週木曜日や土曜日らしいです。詳しい時間などは、またホームページを確認ください。そしてさらに相談できる言語も英語、中国語、ベトナム語、韓国語だとさまざまな言語で相談ができます。相談は無料で秘密は守りますという。で対面や電話、オンラインズームとも相談できるそうです。はい、ということで以前からこちらですねこのサービスあったんですけれど、特にですね、通話料がかからなくなりました。これ無料でですね電話ができるということで外国の方もね相談しやすいのではないかと思います。素晴らしい。素晴らしいですね。こういう本当にで電話番号が 0120-783-806 0120-783-806 になります。広島国際センターって横山さんも行かれたことあります？はいはいあります。クリスタルビルという、クリスタルのような日本語
教師関係で多分あ、そうですね。ボランティアのやつ、はいあそこでね、あそこってねそう受け入れてますよね。ね、うんワンペアレッスンやってたりとか、あと情報もたくさんあるので、私もね広島市内に行った時にはねよく情報をもらいに行ったりとかするんそういうですけど、ことがないとなかなかねそうですね、場所がちょっと分かりにくくはありますが、平和大通りの、100メートル道路のですね、うんクリスタルビルっていう大きなですね、平和公園の東側にあるですねところです。はい、ぜひですね、本当にですね、私たち外国人支援コーディネーターもさまざまな研修を受けて、法律のことも少しは勉強してるんですけど、やはりですね弁護士さんとか司法書士さん、しかも外国人の、問題をですね対応してきた方々っていうのはすごくですねやっぱり専門性が高いのでですね、直接聞けるっていうのがですね相談ができる、特に深刻な問題とかですね、ちょっとね日本語がわからないとか、役所から手紙が来たんですけど、税務署から手紙が来たんですけどちょっとわからないぐらいだったら私たちね廿日市市国際交流協会外国人相談センターとかね、あと聞いてもらったらいいんですけれど、こういうちょっと難しいね相談とかですね直接ね言ってもらうっていうのも手かなと思いますので、広島国際センターより、外国人相談窓口電話無料ということでですね、はいお知らせいたしました。はい。ということでですね、はい。あと、栗林さんも、外国人支援コーディネーターになられたということで、栗林さんも、いろいろなさまざまな相談を、昔から受けてきて、はい。ということで、窓口でね外国人相談の窓口を務めたというわけではないんですけどね、とにかく近所におる人は誰でもということで、もうざっとね22年間のうちに20カ国ぐらいの人がねやっぱり広島たくさんおりますからね、いろんな人がいろんな相談に来られますよ。そうですね、すごくたくさんのね相談を受けられてきてですね、今でももう5カ国すごいですね。頭の中こんがらがっちゃってしまう。はい、栗林さんもね専門家としてさまざまなね、ことをされていると思います。はい、ということで、外国人支援コーディネーターだよりのコーナーでした。ニュースレター廿日市ブロッサムということで、こちらではですね廿日市市国際交流協会の月間広報誌ブロッサムからイベント情報などをお伝えします。まずですね特集の一つではですね表紙にあるんですけれど、桜祭りですね、廿日市で桜祭りが開かれまして、そこでですねモアナ桜祭りで大活躍ということで、皆さんニュージーランドマスタートンって知ってるでしょうか。廿日市市とですね交流都市なんですけど、そこのマスタートンに派遣された、青少年ですね、廿日市の、高校生たちが活躍したという記事です。はい、では、ニュージーランドマスタートン青少年派遣事業経験者たちは国際交流を推進する団体名をモアナと決めました。モアナはニュージーランドのマオリ語とハワイ語で海という言葉です。ね、映画でもなんかモアナってありましたけど、海だったんですね。はい。で、ハワイというとハワイ島も実はですね廿日市市のですね姉妹都市になったんですね。はい。両方のところでたまたま同じ言葉ということですね。はい。日本とニュージーランドやハワイは海でつながっているということも決め手の一つでした。モアナ立ち上げメンバーはマスタートンでの経験を廿日市市民に広く広報することにより、本市における国際交流への理解や多文化共生を推進する活動を始めました。で、桜祭りに出展、姉妹都市のアピールをしたということですね。で、これもですね高校生たちがですね一からですね考えてですねゲームとかを考えてあれですねやっぱり自分たちの行ってきた経験を伝えたいという思いからニュージーランドで人気のラグビーを使ったりとかですねラグビーゲームをしたり、ハワイに関するカードが出てくるクイズ形式でやったりとかですね工夫してやった。で、当日平口法務大臣も来てくれたってらしいですけどね。話題の平口さんが、ですね。はい。そういうことでさまざまなねちょっと楽しくこう展示したりするのがこの開放誌一面にありますので見てもらったらいいと思います。こういうねいいですよね。
特にやっぱり海外に行って若い時に行ってさまざまな経験をしてきて、でそれで良かった終わりじゃなくて、帰ってきてからですね、やはりこういう風なイベントで自分たちの体験とかね、広げてくれるというですね、はい、まああれですね、インターナショナルバカロレアでもこういうような発表とかそういうのをそうですね、すべて子どもたちの主体的に始まったものとか、まあこれだったらね、大人がこう導入したものから始まって、子どもたちが主体的に回して、で報告とかで完全に評価、それから振り返りをしてぐるっと回るっていうサイクルですね、学習のサイクルは最終的にすべての人に見てもらうっていうサイクルですよね。で最後に自分に落とし込むというのが本当すっきりするサイクルになってます。はい、ですね。やっぱり海外とかでやっぱり発表することってすごく大事ですからね、自分たちで考えて作って、なかなかね、特に最近の人たちはね、学生たちはプレゼンテーションの授業とかもあるらしいけど、日本ってどちらかっていうとあんまりこうね得意ではないっていうね感じがありますので、やっぱりプレゼンテーションしたりとかですね、こういうような PR するというねことは大事なのかなと思いましたね。そうですね。はい、はい、それではもう一つのですねお知らせです。はい、廿日市平和ツアー広島 in 2026年ということで、ホストファミリーとボランティア大募集中ということで、皆さんお二人もご存知かと思うんですけど、廿日市市ではですね、廿日市国際交流協会で、毎年ピースツアーという8月6日に向けてですね、日本にいる留学生、世界各国の留学生が廿日市に来て、若者とそれと大学生と交流したりとかしながら、でその中でホームステイするんですね。でそれのねホストファミリーっていうのをですね、募集しておりますので、ぜひですね申し込みしてもらったらと思います。私も実はホームステイファミリー毎年やってまして、そうですか。はい、いろんな国の人たちがですね、はい、来て面白いですか。面白いですね、やっぱりね。小さいお子さんもいるから。そうですね。やっぱり子どもたちの本当に子どもたちのね外国の人と交流したりとか、ちょっと片言で英語を使ってみたりとかですね、やっぱりホストファミリーの皆さんも応募してくる皆さんもですね、子どもさんがいる家庭がですね多いですね。交流したいっていうですね、大人も交流したいし、子どもの勉強にもなるということですね。はい。それではもう一つのですね情報ですね。はい、廿日市国際交流協会の企画です。おもてなしと食文化という、はい、ここですね、廿日市のですねウィリアムさんという方が来ていただいてですね、この方ちょっとすごく彼もですね国際人でですね、南アフリカとか中東とかイギリスの生活を紹介という世界を歩いてきた方ですね。そして、そのおもてなし文化とか人間関係とか食事スタイルとかマナーとかを、お菓子とお茶を囲み交流するという、はい、彼自身はどこの方なんですか。彼自身はね、出身は南アフリカなんですけれど、もう英語もフランス語もで日本語がねめちゃめちゃ上手なんですよもうなので全部日本語でされるのでご安心ください。はいはい、楽しみですね。はい、こちらですね、2026年6月5日10時から11時30分です。廿日市市民センターの廿日市国際交流協会でいたします。はい、参加費500円となっております。詳しくは廿日市市国際交流協会にお尋ねください。はい、でもう一つですね、これ私の知り合いの広島のラテン関係の人たちがやるんですけれど、ちょっと知り合いから頼まれましてですね、こちらですね、フェスラティンバということで in 広島5月31日ですね、11時半から16時30分、リバードゥフィールドといいまして、青少年、広島市青少年センター科学館の隣ですね、あそこの裏側にですね川がありまして、そこの、川の、護岸でされますということでですね、東京からもさまざまなですねラテン系のアーティストが来まして、さまざまなもう踊りながら、音楽を楽しめるという、こちらですね、参加も無料です。はい、ぜひ私もねぜひ行ってみたいと思います。絶対行きますよね。そう踊ってます。セントキット踊ってますよね。今日もね楽しみです。今日もねミュージックでリクエスト曲キューバ
キューバのね踊れるね曲をたくさんかけてるんですけれどね。キューバの意味があるんですよね。キューバも私ね大好きな国なんですけど、今ちょっとねアメリカのね経済制裁でガソリンもなくてですね、病院とかも電気がなかったりとか結構大変な暮らしをしてるっていうことでですね、本当に音楽があふれて陽気な人たちがいる、私も友達がいる国なんですけど、それを思ってちょっと最近はですねキューバの曲をリクエストでかけております、はい、思いを寄せましょうみんなでね。はい、ということでですね、以上、ニュースレター廿日市ブロッサムのコーナーでした。はいはい、というわけでですね、私の担当する時間もいよいよ終わりに近づいてきました。後半ではですね横山さんにインターナショナルバカロレアのですね話をしっかり聞きたいと思います。はい、今回お届けしました内容を含め毎月発行する解放誌ブロッサム廿日市はここ FM 廿日市の情報コーナーや各市民センターに置いてありますので、どうぞ手に取ってご覧ください。最後にお伝えしました内容の申し込みや問い合わせをご案内いたします。廿日市市国際交流協会電話 0829-20-0116 0829-20-0116、火曜日から土曜日9時から17時となっています。どうぞお問い合わせや皆様のイベント参加をお待ちしております。